こんにちは、上野ありさです。今日は私の彼氏のマイルズと一緒にビデオを撮っていきたいなと思います。ずっとね、マイルズに出てって言ってたんだけど、やだって言われてて、で、インスタの、本当に表に出たくない人で、インスタのストーリーとかも映さないでくれみたいなタイプなので、本当に YouTube にだってそうじゃん。なんで YouTube に出るまでも何年もかかったよね、説得する。で、なぜかこのタイミングで出てくれる気持ちになってくれたので、リクエストもすっごく多かったのなので、それにお答えして今日はビデオを撮っていきたいなと思います。で、気が変わられちゃうと困るから今日で3本ぐらい撮ろうと思ってるので第1弾ということで、一応みんなから質問とかもさっきもらって、それも答えられるものは答えていこうと思うんだけど、今日は馴れ初めについて話そうかなと思います。私が話すの？じゃない？わかんないけど。私たちの出会いは LA？ それが微妙、わかんないよね。LA なのか東京なのかがちょっとわからなくて、LA、東京で私が彼氏が5年いなくて、ずっといろんな人に彼氏欲しいっていうのを言いまくってて、で、誰かいたら紹介してって言いまくってて、で、私が DJ がすごい忙しい時期で、その日ビジョンで DJ があって、で、あと30分で本番だぐらいの感じで急いで入ってたら、なんか店の外に、ビジョンの外に友達がいて、「ありさ」みたいな。で、みんな大体そういうとこで会うと一緒に入れてよみたいな頼まれる感じだから、あ、そういう系かと思って、で、アリサみたいな感じで言われたら、ていうか、アリサに紹介したいやついる、お前彼氏欲しいよねみたいな。アリサに紹介したいやついるんだよねって言われて、いるみたいな、30分しかないけど会うみたいな感じで、で、ちょっと下ったところに、マイルズがいて、で、だけどなんか酔っ払ったこう介抱してたんだよね。なんかお水あげたり、なんかすごい大変そうで、で、なんかすごい泥酔してって、その子がちょっとあんま関わりたくないなと思ってで、あ、どうもはじめましてって言って、ほんと10秒ぐらいだよね、10秒ぐらい会って、もう私は DJ もあったのでそのまま DJ してマイルズとも会わずに終わったんだけど、で、その2週間後ぐらいかだよね。もうちょっとじゃん、23週間大して変わんないからね23週間後にLA に綾乃と綾って私の仲いいお友達と行って、その時に、私はフェスに行きたくて、で LA の友達とフェスに行こうと思ってたんだけど、綾乃と綾はフェスに行きたくなくて、でお買い物に行くって言ってて、だけど当日か前日に私もちょっとフェスいいやと思ってお買い物に一緒に行くって言ったんだけど、ちょうどそのいつも車出してくれてたバビって子がいて、その子がバビその子が、車を出せないと。で、その子の彼氏が代わりに運転して、 LA 車必要だから、ウーバーとかまだその時あんまなかったから、運転してくれますってなって、ありがとうって。その彼もすごい仲良くってで、だけどその彼が女の子3人、しかもギャル3人を1人で相手するのはきついっていうことで、ちょっとアテンド手伝ってよって借り出されたのがマイルズで、それで会って、だけどうちら気づかなかったんだよね、お互いその2週間前にビジョンで会ってることもう10秒ぐらいだったし気づかなくて、で話していくうちに共通の友達多くないみたいなって、でしたらマイルズのお兄ちゃんと私が友達で、そしたらっていうか2週間前ビジョンいたみたいになって、そしたら看病してた人かっていう感じでつながったのが出会いで、そっからマイルズが LA に住んでたんだけど日本に来ることも多かったので、日本に来るときは私の DJ にみんなで遊びに来てくれたり、気づいたら毎日のように連絡取るようになってたんでね、って感じで付き合ったんですけど、他に何かありますか？いや別に追加したいところ。俺いる？これはいるよ説明しなんで俺じゃあなんか付け足してよ。伝ってるだけじゃん。別にいやそうだね、そうだったね、でマイルズは一般人なので、あまりマイルズの素性、例えば名字とか年齢とかなんかそういうことはあまり話したくないので、そういうことは聞かないでもらえたらいいなと思います。あとは付き合ったのが2014年の
12月27日で今5年と7ヶ月付き合ってます。それに関してどうですか？正解です。5年7ヶ月付き合ってて、遠距離の質問が結構多いんだけど、私は遠距離してたって思ってるんだけど、マイルズは遠距離してないって思ってんだよね。結構頻繁に日本帰ってきてたし、うん、で日本にいる時は一緒にいる時間も多かったし。そうだね、うん、だからあと一緒にいる時は24時間一緒にいるもんね、うん、その私がマイルズに会いに行ったりマイルズが日本に来たりする時も、日本に来たらうちにずっといたし、実家じゃなくて、でアメリカに行ったらマイルズの家に行って24時間一緒みたいな感じで、マックス離れたのが2ヶ月とかかな、うん、だから私もその時はお金はあるけど時間がないっていう感じで、だから4日休みがあったらアメリカ、お金はあるけど時間はない。そうじゃん。だってお金も時間もなんでいる？だってそっちがお金も時間もなかったら会えないじゃん。アメリカだったら、そうだけど大阪じゃないんだ。まあ確かにそうだね。だけど時間があってもお金がなかったらいけないじゃん。そうだね。けどお金はあるけど時間がなくていけなかったりなんだよいけなかったじゃん。時間がなくていけなかったでいいじゃん別に。お金はあるけど、だけどそこは悩みだもん、遠距離の人たちの。そう、まあそれでだから4日間休みができたら会いに行ってたよね、4日間でも。覚えてる？そうだね。何？覚えてないんでしょ、うん、だから4日間ってことは移動が2日かかるから中2日なわけで、丸1日一緒にいるのは1日とかだったけど、まあそれで何ヶ月も会えないんだったらっていう感じで、4日まとまった休みがあったらできたら私が会いに行って、でまあマイルズも長く日本に来てくれたりしてて、今は日本に、まあ、コロナがあって、でマイルズも、まあ、仕事柄すごいアメリカだけじゃなくていろんな世界各国飛び回る仕事だから、まあ一緒にその仕事の後にどっか海外かぶったら合流したりとかで、今はコロナでお互い海外が行けないからずっと日本で暮らしてて、一緒にちゃんと家借りて同棲というか家を一緒に借り始めたのは3年前ぐらいか。前の家からだもんね、うん、3年前ぐらいから一緒に家を借りて、でもその前と一緒にいる時間はそんな変わんないよね、うん、ただ形式的に一緒に家を借りてたのが3年前なだけ、うん、って感じ。そうだね。その3年で結構まあ日本にいる時間も増えたよね。うん、そう、マイルズが日本にいる時間が増えて、逆に私の方がいなかったんじゃないって感じじゃない？そうかな、うん、まあ時期にもよったけど。声がちっちゃい。時期にもよるけどね、うん、これ大きなマイクついてないから。なんですか？買わなきゃ。うん、あとなんかあるかな、質問に答えずにうちらから説明できること。あ、今そこなの。うん、まだ質問に答えてないよ。はい、まあそういう感じでとりあえず私たちの馴れ初めとかを今日は話してみました。ビデオの本数を稼ぐために何個かに分けたいと思うので、次は Q&A をやりたいと思うので、ぜひ次回のビデオもお楽しみにしていてください。チャンネルと言って、チャンネル登録といいねとコメントしてくださいってマイルズが言ってます。お願いします。バイバーイ。